はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは東京の北の玄関口であり埼玉県との境界に近いターミナル駅赤羽です。赤羽といえば本当に住みたい街大賞2019では第1位、穴場だと思う街ランキング2021年の関東版では第5位、最近ではネクスト吉祥寺とも呼ばれるほど屈指の人気街であって、赤羽を舞台にした漫画ですね、東京都北区赤羽、テレビドラマ化もされるなど地元愛の強さも感じられる愛されタウンです。全5つの路線が通っているターミナル駅で都心へのアクセスは抜群に良くて、で街も栄えていて、それでいて家賃相場も都心に比べたら決して高くないという完成度、埼玉と間違えられるというデメリットを除いて非の打ちどころがない赤羽は、僕自身次の引っ越し先として検討中の街トップ3には入るほど注目している街です。ではそんな人気街赤羽の街並みを見ていきましょう。ではまずは東口側を見ていきます。赤羽は東と西で大きく違う街で、今歩いている東側は商店街とか飲食店が並ぶ繁華街ですね。で反対側の西側はイトーヨーカドーとか大型のショッピング施設と、あとマンモス団地が存在感があって、遊ぶっていうよりもどちらかというと住むに特化した感じになっています。そして駅前から1本進んだ通りに出るとララガーデンというアーケード商店街が姿を現します。こちらは330メートルのアーケード商店街で、生活雑貨からお惣菜や食品店、飲食店、カフェとか約100店舗が軒を連ねています。こちらはテレビでもよく取り上げられている商店街なので、赤羽の一つの顔でもありますね。で赤羽はネクスト吉祥寺なんて言われたりもしますけれども、確かに街並みを見てもどことなく似てますね。駅前の感じとか、商店街の雰囲気とか、強いて赤羽と吉祥寺の差を感じるところは、赤羽は、日用品とか食料品の買い物には強いんですけど、ファッションとか雑貨みたいなおしゃれ系の買い物にはちょっと弱いですね。おしゃれなアパレルとか雑貨とかカフェが魅力の吉祥寺との差はその辺に感じますね。あとヨドバシとか家電量販店が赤羽は少ないことかな。ただ交通の便では赤羽に軍配が上がりますね。赤羽は全5つの路線、 JR の宇都宮線、湘南新宿ライン、京浜東北、根岸線、埼京線、高崎線が通っていて、東京の主要駅へは軒並み30分以内、しかも乗り換えなしで行けるっていう、もう最強のアクセスの良さこそが赤羽の一番の強みです。ただ埼玉から東京へ通勤通学する人がなだれ込んでくるので、めっちゃ混むっていうのが結構辛いところで、特に埼京線、京浜東北、湘南新宿ラインはもう朝のピークで混雑率 190% になるので、控えめに行って地獄です。しかも埼京線は痴漢が多いっていうところでも有名なんで、そんな話をしていると右手に現れたのは大英赤羽店イオンフードスタイルですね。こちらは食料品や生活品から、100均のセリアとかヤマダ電機も入っています。1階の食料品は、23時までの営業になるので、使いやすいんですけれども、一応このララガーデンの商店街の入り口の通りに24時間営業の声優もあります。そしてその向かいには激安本舗ですね。赤羽らしい店です。食パンが100円くらいだったりとか、カップ麺が数十円だったり、ここだけ昭和ですかって感じの水準の価格の商品がゴロゴロあります。そしたらララガーデンから駅前の方に一度戻ります。すると駅のちょうど真横あたりですね。むしろこちらの方が赤羽の顔かもしれません。赤羽一番商店街という飲み屋街の入り口です。で赤羽といったら飲み屋っていうイメージある人多いと思うんですけれども、その中心地がここですね。200軒以上の飲み屋が集まっている地帯で、なんとも下町情緒あふれる感じですね。撮影時は、昼間だったんでその真髄は残念ながら見れないんですけれども、夜はサラリーマンで非常に賑わいます。センベロって呼ばれる1000円で酔える安い居酒屋の名店が勢ぞろいで、一杯やって帰るかっていうサラリーマンが赤羽のここに集合してくるんですよね。まさにセンベロの聖地、そしてはしご酒の聖地ですね。あともう一つの特徴として、朝から開いている飲み屋も多いので朝飲みスポットとしても知られています。
なのでこう歩いていても昼間から一杯やっちゃってる人結構いるんですよね。ただ朝飲みとか昼飲みができてしまうと、当然昼間から酔っ払ってる人が街中で出てくるわけで、一般ピープルがそういうの見ちゃうと治安的な意味でうわーって感じちゃいますよね。さっき駅前でもカップ酒とか缶チューハイ握りしめてるおじさん見た私ですね。飲み屋が充実してるっていうのは男性にとってはメリットに感じることも多いですけど、特に女性にとっては酔っ払いとか客引きが増えるっていう点でデメリットと取られることも多いので、結局どこまで行っても赤羽っていう街はおじさんに最適化された街なのかもしれませんね。あと治安についてですけれども、酔っ払いが多かったり、ちょっとヤンキーというか不良が多かったりみたいなことはありますけれども、実際の犯罪発生率というデータで見てみるとですね、赤羽は北区の中心的存在になるんですけれども、その北区の犯罪発生率っていうのは23区内で17位と、数字で見る治安は比較的悪くはありません。赤羽の治安についてはイメージが大きいですよね。あと赤羽内でも西か東かでいうと、こっちの東側の方が確実に治安悪いとは思います。そしたら続いて JR の高架下を歩いてみますが、高架下はビーンズ赤羽っていう飲食店とかショッピングスポットになっています。カルディとかドトール、あとスポーツ用品店、スーパーの生鮮食品館、富士ガーデンなどが並んでいますね。そして赤羽のちょっとした名物スイーツでもある赤羽あんこもありますね。あんパンっていうんですかね、デニッシュ生地の中にあんが入ったようなやつです。これ気になったのでちょっと後ほど別の店舗で買って食べます。あとは湯沢屋とか本屋、あとカフェなんかも入っていて結構おしゃれな雰囲気ですね。一番奥にはビバホームっていうホームセンターが入っています。ビバホームって埼玉県の巨大ホームセンターだと思ってましたけど、東京にもあるんですね。はい、というわけでまた駅前に戻りまして、今度は南方面、駅を出て右手サイドを歩いてみます。こっちはゲーセンとかパチンコとか夜系のお店が固まるブロックになっていて、夜になると非常に怪しい光を放つエリアになります。ただピンク系のお店については東京の条例やらなんやらがめちゃくちゃ厳しくなったおかげで、店舗型のお店はだいぶ埼玉の方に移っていったっていう話を聞いたことがあります。駅出て右手サイドにこういう一角があるっていうところもどうも吉祥寺と似てるんだよな。そんな話は置いといて、赤羽のマイナーな南口にさっき見た赤羽あんこのお店があるので、ぜひ食べてみたいと思います。小倉あん、こしあん、白あん、カスタード、ホイップ入りとか種類が思いのほか多くて戸惑うんですけれども、まず最も定番のこしあんをチョイスしました。焼きたておやつって書いてあった割には冷めてたのがちょっとあれなんですけれども、あんこがやっぱりめっちゃ美味しいですね。では東口はこんなところにして、続いて西口側を見に行ってみたいと思います。駅中には2011年に開業したエキュート赤羽が入っていて、ご飯屋さんや惣菜屋とかスイーツ店とか50店舗が揃っています。赤羽って結構飲み屋とか低価格みたいなイメージから、ゴミゴミした、ちょっと言い方あれですけど民度が低いというか汚いイメージ持ってるような人いると思うんですけれども、今って駅中からこんな感じで綺麗になってるんですよね。そして西口側はこんな感じですね。見ての通り東口ほどガヤガヤしている印象はありません。西口側は完全に赤羽に住んでいる住民たちのエリアっていう印象ですね。駅前には赤羽ビビオ、イトーヨーカドー、赤羽アピレという3つの大型ショッピング施設が待ち構えていて、その向こうには巨大な団地が要塞のようにそびえているというフォーメーションです。まず駅の正面に立つのは赤羽ビビオです。ユニクロとか ABC マートといったおなじみのショップのほか、婦人服とかアパレル、カフェ、サイゼリアなど飲食店も入っています。その横には大きなイトーヨーカドーですね。イトーヨーカドーについては特に説明の必要はないと思いますけれども、中に野島電機が入っています。赤羽はヨドバシとかビッグカメラみたいな大きな家電量販店がないので、家電は野島電機にお世話になることも多いでしょう。
そして赤羽ビビオとイトーヨーカドーの間には商売繁盛の神様である七福神の像が並んでいます。なんかこれ西口の再開発をした時に作られたみたいですね。そしてイトーヨーカドーの向かいに立っているのが赤羽アピレです。先ほどのビビオとかヨーカドーはどちらかというとファミリー層をターゲットにしているんですけれども、ここのアピレは若者向けのアパレルとか生活雑貨店、無印とか31とかマクドナルドといった人気店が入っています。そしたら赤羽の有名な巨大団地を見に行きたいと思います。赤羽ビビオとイトーヨーカドーの間を抜けていくと目の前に丘があって、その上に団地があります。はい、こちらですね。ヌーベル赤羽台という UR の賃貸住宅になります。もはや赤羽の西口サイドはこのマンモス団地の住民たちのためにあると言っても過言じゃありません。この団地は東京23区で初めて作られた大規模団地で、昭和の高度経済成長期に単身者から大家族まで全て対応できるようさまざまなタイプの間取りを取り入れた都市型モデル団地として全3373室のマンモス団地として作られたものです。その後の、老朽化に伴って2000年頃くらいから新しく建て替えが進んでるんで、現在はこんな感じでパッと見とても綺麗な雰囲気に生まれ変わっていますね。生まれ変わったヌーベル赤羽台はバリアフリーとかオートロック、床暖房っていった設備も入っている上に、敷地内にはマルエツとかハックドラッグといったスーパーとかドラッグストアがあるので、駅前に行かなくても生活用品が揃うという、もうちょっとした小さい町みたいなものが形成されています。現在は倉庫数が2114室で、間取りは 1K から 3LDK プラス S までの間取りが揃っている感じですね。家賃はこの編集時点で見てみると8万円ぐらいから27万2500円の価格帯で、共益費が4000円。1K でも9万くらいだと、赤羽の相場並みかちょい高いくらいですかね。赤羽全体の家賃相場はだいたいこんな感じです。都心へのアクセスの良さとこの街の栄え具合からしたらかなりリーズナブルな家賃相場だと思いますね。で、ヌーベル赤羽内はいろいろ調べると少し家賃が上がってきている風味を感じたりしますね。1LDK 以上の広い部屋になると相場よりちょっと高いくらいかもしれないですね。赤羽は北区の商業的な中心地ですけど、北区って子育て支援にかなり力を入れていて、ファミリー人気が結構高いんですよね。子育てするなら北区が一番っていうスローガンを掲げていて、保育所の定員拡大を計画的に実施したり、保育園の待機児童解消にも結構力を入れています。他にも子どもの、医療費の助成制度とかも手厚くて、物価の高い東京で家族暮らしするのにありがたい制度が結構いろいろとあります。で、最後に西口から徒歩10分くらいの高台にある赤羽八幡神社という癒しスポットに行ってみました。この日はガヤガヤした飲み屋街や商店街を歩き回ったんで、ちょっとこの癒しスポットで一休みしました。なんかこの神社はどうも無限大のマークをモチーフにしたお守りとか御朱印があるので、関ジャニ∞の聖地になってるみたいですね。なんかファンの間でエイト神社と呼ばれてるそうです。それとあと立地的に線路に挟まれた小高い場所にあるんで、この境内から線路を走る電車をいい具合に見下ろせるっていう絶景なスポットになっていて、なんか撮り鉄に人気があるスポットみたいですね。はい、ということで今回は東京の北の玄関口である赤羽の街並みを見てみました。今もう赤羽で新築マンションの供給が増えてきて、家賃相場もどんどん上昇傾向にあるらしいですね。これ赤羽が実はめっちゃ住みやすくて素晴らしい街だっていうのが国民にバレつつありますね。現実的な赤羽のデメリットを考えてみると、まず治安面っていうのが一つ。これ主に飲み屋のイメージが強すぎることですね。あと荒川が比較的近いので水害のハザードリスクがあるっていうことと、あと埼玉県と間違えられることがあるっていう、もうプライドの問題ですね。個人的にはこれらのデメリットを補ってあまりあるメリットが赤羽には目白押しです。
なんか赤羽に住んでる人ってみんな赤羽が好きなんですよね。住めば都というか、住んだら好きになる街なんだなっていうふうに思います。なんかその辺も吉祥寺と似てる気がするんだよな。そう考えるとネクスト吉祥寺になる未来もあながちなくもないかっていう感じで、今回は終わりたいと思います。もし動画をご覧の方で赤羽に実際に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントしていただけると嬉しいです。ではまた次の街をレポートしたいと思います。ではでは。